こんばんは、はるきです。今回はミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベスト11になります。個人的におすすめができるようなコスパ選手たちの紹介になります。で、今回ミッドフィルダー限定という風なこと、あとはベスト11っていう風なことで、ミッドフィルダー選手で安くて強いおすすめの選手11名を選んだので紹介をしていければなという風に思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはファンタジーフットベンラーマですね。ベンラーマ。ベンラーマ値段的に6万で、買うことができます。非常にこの人は安いかなっていう風にまず、感じるんですけど、44っていう風なことは妥協点。で、ドリブルだったりとか軽い、そしてパスもうまいっていう風な選手なんで、一応ね、LM なんですけど、どちらかというと、やっぱ CM だったりとか、3CM の一角とか、っていう風なところで、使うのが一番この人の、なんですかね、良さっていうのは引き出せるかなという風に感じます。ペースに関しては、加速とかは高いんですけど、そんなに相手を置いていけるほどのスピードはないかな。状況によってはあるんですけど、めっちゃ快速っていう風な、選手ではなかったかなという風に、感じます。3CM の一角だったら、比較的、守備も、ある程度はできるかなっていう風には、感じるので、本当こう結構ね、万能というか、個人的には結構使いやすい、おすすめの選手には、なってます。で、そして次は、パストゥーグローリー、グリーリッシュですね。グリーリッシュ。グリーリッシュ値段的に5万で、買うことができます。この人もね、ベンラーマと同様、LW とか、LM の選手ではあるんですけど、どちらかというとやっぱ CM、キャムかな。攻撃的な、中盤の選手として使うのをおすすめ、します。グリーリッシュはね、キャムで、44の、フットボーラーのグリリッシュが出たんですけど、もし買うっていう風なところになると、このグリリッシュにはなるので、こちらでもね、非常におすすめには、なってます。それからフットボーラーで取れへんかったっていう風な人は、グリリッシュこれでもおすすめかなっていう風には思うので、ドリブルもある程度軽く、パスも上手くてっていう風な選手、本当キャムですね。キャムみたいな、選手にはなりますし、逆足がね、3っていうのはちょっと残念ではあるんですけど、そこが気にならない、特に気にはなるのはシュートの場面でね、逆足さん気になるかなっていう風に思います。パスは結構上手いので、通してくれる場面は、ありますし、シュートのところで逆足を気にしなければ、個人的にはいいかなと。いう風に感じます。ほんとキャムですかね。やっぱサイドで使うっていう風になると、ペースが若干足りない、感じはするので、やっぱりキャムで、散らしながら、かつラストパスも出しながらっていう風な、選手には、なるかなという風に感じます。レジも非常に高くて、個人的には、おすすめができるような、選手にはなるので、ぜひちょっとね、使ってみてほしいなっていう風に思います。ちょっとね、違和感あるっていう風に感じる人もしかしたらいるかもしれないんですけど、自分は使ってて、普通に良かったかなという風に感じます。で、そして次は、ファンタジーフットデレアリですね。デレアリ。デレアリ値段的には29,000で、買うことできます。中盤の選手としてね、ミディミディっていうのは少し気にはなるんですけど、能力的に結構良くて、どんどんね、アップグレードされれば、面白いような選手にはなるのかなという風に感じます。この人も、そうですね、3CM の一角が一番いいかなっていう風には、感じますね。特に決定力が高いですね。レスでも高いので、しっかり決めきってくれるような、場面はあるかなという風に感じます。あとは3列目だったりとか2列目から、飛び出していくっていう風なところのペースはまだ十分あるかなという風に感じますし、パスも上手くて、ドリブルは若干重たい、そうですね、重たいような選手にはなるので、そこだけはちょっと気にしながらっていう風な、選手ではあります。君が合えばっていう風な感じにはなるんですけど、なかなか合わないからか、この29,000の値段にとどまってるという風な感じには、なるという風に思います。スパサブとしてでもあり
かもしれないんですけど、まあペースがもうちょっと欲しいなって思うかもしれないですね。まあなんで、まあ個人的にはね、スタメンで使いたいところではあるんですけど、まあ非常に安くて、この人もコスパでおすすめにはなるかなという風に感じます。で、そして次はフットバースデー、ミュラーですね、ミュラー。ミュラー値段的には83,000で、買うことできます。まあ非常に自分は安いかなという風に感じます。まあミュラーっていうとね、やっぱリアクションだったりが非常に高いような選手には、なりますね。ボールへの反応速度っていうのがいち早い。まあリアルをちょっと再現した、まあリアクション99にはなってます。あとはね、バースデーっていうようなことでスキルが5になってるっていうところが非常にいいです。個人的には嬉しい、ところではありますね。で、まあこの人を紹介するときにやっぱりペースが、まあ、もうちょっと早ければもうマジでちょっと完璧というか、かなり良かったなっていう風には、思いますね。まあ、なんで、できるだけこの人使うときはペースを上げてあげる。ペースを上げるケミストリースタイルで、使うのがいいかなという風に感じます。まあ、決定力はね、もともと、まあ、ST というか、ストライカータイプの選手ではあるので、まあ、かなり、高いですね。決定力に関しては高くて、まあ、冷静さもね、非常に高いような選手にはなるので、まあ、それこそ結構ね、2列目だったり3列目から飛び出していける選手の中では、まあ、かなりトップクラスの決定力は誇るかなというふうに感じます。結構ね、ドリブルに関して重たさっていうのは、まあ、若干は、あるので、まあ、デブみたいな感じですかね。イメージとしてはデブライネだったりとかに近いかなっていう風には、感じるんですけど、まあそれぐらいの重さかなっていう風に思います。まあなんでそれが使える方は全然使えるかなっていう風に思いますし、まあそういう攻撃性能がありながらも、守備もね、ある程度できるっていう風なところ、この人もハイハイなんで、まあそういう風なところで、非常に献身的な、選手にはなりますし、そういう風な選手が8万台で買えるっていうのはマジで破格だという風に思いますね。ペースがもうちょっと高かったら、もうちょっとね、10万超えたかもしれないんですけど、まあ個人的には非常にこの人おすすめには、なってます。で、そして次はフットバースデー、そうですね、そう、ジブリルそうです。そう、値段的に16,000で、買うことできます。もうめちゃくちゃ安い。マジでめちゃくちゃ安い。で、こういうの逆足がね、5に変更されたので、やっぱビルドアップ面、どちら、両足でも、まあ、ボール振り分けることができるっていう風なところが非常にいいところかなっていう風に思います。まあ、最適はやっぱりボランチ、守備線のボランチにはなるので、まあ、ビルドアップの部分で結構関わる、ボールを運んでいくっていう風なところの、まあ、担う役割でもあったりするので、まあ、そういうところで逆足5っていうのは非常にいいアップグレーかなという風に感じます。で、かつ、まあ、守備線の選手としての守備力っていうのも、まあ、そこまで申し分は、なくて、フィジカルでめっちゃ負けるっていう風なこともなかったですし、インターセプトをよくしてくれたなっていう風な印象自分の中ではあるんですけど、まあ非常に良かったかなという風に感じます。ドリブルもね、そこまで重さっていうのもそんなにはなくて、まあある程度は持てるっていう風な、選手でしたね。で、パスも上手いですし、まあペースも速いっていう風な選手にはなる。まあほんとケミだけですかね。ケミストリー合わせるのが難しく、なっていて、まあブンデスでまあ強い選手がもっといっぱい、出てくると、まあそうも、使われるような選手にはなるのかなという風に感じますし、まあスイス人でね、それこそ、まあ同じ国籍で強い選手で出てきたら、まあ、スカートに組み込みやすくはなるのかなという風に感じます。まあ本当16,000の、レベルの選手では、なかったですね。まあ普通に安定にやっぱそう強いなっていう風な、感じの選手でした。で、そして次はマン・オブ・ザ・マッチ、ブルーノ・フェルナンデスです。ブルーノ・フェルナンデス。ブルーの値段的に74,000で、買うことできます。まあ、マン・オブ・ザ・マッチのカード、にはなるんですけど、まあ、ブルーのがやっぱり非常に強いですね。軽さっていうのが、ありながらも、まあ、決定力も、高いっていう風な選手にはなりますし、AI 面、
なんかね、守備位置だったりとかそこまで高くは、ないですし、フィジカルもそんなにはないんですけど、まあ、取ってくれるような、ある程度は取ってくれるような、選手には、まあ、なるので、まあ、2ボランチの一角とかはちょっと、まあちょっと怖いかなっていう風な感じあるんですけど、まあ相方が守備線だったら、まあまだいけるかなっていう風な感じの選手ですね。まあペースがもう少しあれば、良かったかなという風には思うんですけど、まあペースが80ぐらいの、まあワールドカップストーリーズの、カードは、まあ30万以上は、してたかなっていう風に思うんで、まあそっから比べるとね、7万4千はめちゃくちゃ安いかなっていう風に、まず感じますね。うん。まあ積極性も高く、ちゃんとボールにアプローチしてくれますし、もうほんと軽いのに、結構なんか、働いてくれるというか、しっかりガツンといってくれるなっていう風な選手には、なります。フィジカルでめっちゃ取り切るっていうことは、やっぱり先ほど言った通りないんですけど、まあですけど、普通に、まあ CM というかキャムの、選手としては、全然守備ができる方の、選手にはなるかなという風には感じます。まあ逆足がね、3っていうのは少し気にはなる部分では、あるので、まあそこはちょっと残念やったかなという風に感じるんですけど、まあ逆足のパスはね、そこまでズレはなかったかなと思います。パスの数値が結構高いので、もともと。なんで、まあ3で下がるのは痛いんですけど、まあそれでも、まあまだある程度はっていう風なところですね。まあデブライネが重たいっていう風な感じを、まあで感じる方は、まあブルーノでもいいのかなっていう風に思います。ブルーノの方が、デブより全然軽いので、まあ、そこは結構使う人の好み、かなという風には感じます。普通にブルーノもおすすめです。結構ね、普通にいいです。で、そして次は PTG ブロゾビッチですね。ブロゾビッチ。ブロゾビッチ値段的には、6万3000で、買うことできます。まあ結構安く、なりましたね。一時期は本当ずっと10万超えてた選手、でしたし、まあ中盤の選手で見てみては少し気にはなるんですけど、低い位置のボランチだったら、まあまだ、いいかなっていうふうには、思います。で、この人も、まあ逆足が5っていう風なことにはなるので、結構まあ先ほどの層と同じような、形で、まあ後ろから振り分けることができるという風な選手にはなってます。パス数値も結構素晴らしいですね。あとはドリブルに関してもそこまであんまり重さは、なくっていう風な選手にはなるので、まあ個人的には、そうですね、やっぱ振り分ける風なところ、かつ、守備面のところっていう風なところで考えると、まあ非常にコスパの選手としてはおすすめになるかなという風に思います。フィジカル数値はそこまでないので、まあガツンと取り切るっていう風なよりかは、なんかちょっと足出してみたいな。感じの選手、かつ、インターセプト、するっていう風な感じの選手にはなるんですけど、まあそこまでね、使った感じね、あまりフィジカルでめっちゃ負けるっていう風な感じの選手ではなかった。フィジカルで弾き飛ばされるっていうよりかは、やっぱフィジカルで取りきれへんなーっていう風な、部分が、ちょっとイメージとしてはあるかなっていう風には思うので、まあ、フィジカルガチムチっていう風な選手ではないんですけど、まあ、全然守備が任せれるような、選手にはなってたかなという風に感じます。あとはペースですね。ペースは若干遅かったりは、まあ、するので、まあ、元々のこのブロゾビッチの AI 面だったりとかが、まあ、鍵にはなってくるかなという風には思うんですけど、まあ、なかなか追いかけ回す守備っていうのはあまりできないような選手にはなりますね。うん。まあですけど、総じて、この人も非常に安くて、コスパでおすすめかなというふうには思います。で、そして次は、フューチャースターですね。ファジョーリですね。ファジョーリ。まあ、この人も逆足が5という風なことで中盤としては素晴らしいですね。まあ、ですけど、この人の場合は、まあ、なかなかね、難しいです。この人の中、まず値段的にいくと、まあ、ファジョーリは3万1000で、買えて結構安い。安いような選手ではあるんですけど、意外とね、どっちつかずなんですよね。攻撃に出ていかせるべきなのか、まあ、守備戦の選手として、役割を持たせるべきなのかっていうところ、ちょっと難しい選手ではあるんですけど、まあ、どちらかというと、やっ
ぱりちょっと攻撃面の方がいいのかなというふうには、思います。まあ、守備面はタックルはね、いいので、自分で操作をして、まあ、タックルボタンでガツンといくっていう風な、ところは結構いいんですけど、まあ、それ以外の、まあ、AI 面だったりとかで、まあ、これまで紹介をしてきたボランチタイプの選手よりかは、まあ、取ってくれないなっていう風な部分は、あります。まあ、ですけど、この人のいいところっていくと、やっぱりスピード、ペースの速さだったりとか、まあ、ドリブルで運んでいく推進力だったりとかがあるような選手にはなりますし、パスもね、まあ、ある程度この人も上手いので、まあ、ほんとこう後ろからぐいぐい運んでいって、まあ、自分も一緒に前行ってっていう風な、選手にはなるのかなという風に感じます。まあ結構ね、やっぱ若手の選手っていう風なことで、まあ積極性だったりとか、まあ守備意識だったりとか、冷静さ、リアクションだったりとか、まあ少し強化をされたものの、まあ気にはなる部分っていうのは、ね、ポロポロあるんですけど、まあ非常にこの人もね、3万1000っていうのは、まあめっちゃ安いなという風には思うので、まあ、セリエでコスパの CM っていうようなところでいくと、まあ、この人の名前も全然上がるかなという風な、選手にはなります。で、そして次はフューチャースター、ウィロックですね。ウィロック。ウィロック値段的には4万で、買うことできます。まあ、この人はね、実際、まあ、今週使ってたっていう風なことも、あって、まあ、非常に、まあ、そんなにやっぱり悪くはなかったなっていう風なところですね。まあ、ペースありますし、パスもまあある程度は。でもね、逆足が3なんで、ちょっとね、そこの逆足のパスはちょっと気にしないといけない、ところでは、あります。で、ドリブルに関してはそこまでね、まあめっちゃ重いっていうようなこともなかったですし、まあある程度持ちやすかったかなっていう風に感じつつ、守備面はね、なんか良くも悪くもあんまり目立ってなかった印象は、なかったんですけど、まあそんなに悪目立ちもしてないので、まあ特に、まあコスパの選手としてはやっぱりよくやってくれたかなっていう風な印象が、あります。まあ普通にこの人を使っていて、まあ相方はカンテだったんですけど、まあ一応ランク1は、いけたので、まあ普通にコスパの選手としては、紹介できるかなという風に感じます。本当に安くて強いっていう風な選手には、まあなりますね。シュートに関してはね、あんまり打たせる機会がなかったんですけど、まあ普通に右足で打つことが、できれば、まあ、ある程度は決めてくれるような能力持ってますし、レベルは少し低いんですけど、まあ、ある程度は決めてくれるという風な、選手で、まあ、非常に、そうですね、コスパというか、まあ、4万で買える選手としては、結構やっぱ上出来、やったかな。何回か紹介をしてるような選手でもあるので、まあ、かなり上出来だったかなという風には感じます。結構おすすめです。で、そして次は TOTT ペリシッチですね、ペリシッチ。ペリシッチ値段的に3万8000で、買うことできます。まあ、この人は、まあ自分が今作結構好きな、選手ですね。本当にどこでもできるような、選手にはなるんですけど、意外とウイング、LW だったり、まあ、前線の選手というよりかやっぱ CM だったりとか、まあ、あとはサイドバックとかも、全然できるおすすめの選手には、なってます。本当こう、まあ、ユーティリティ性があるというか、まあ、本当に何でもできるような選手にはなってますし、まあ、逆足が5、ありながらも、まあ、この能力、非常に素晴らしいですね。パスが、まあ、めっちゃ下手っていう風なことも、なければ、まあ、ペースがめっちゃ遅いっていうようなこともない。まあ、むしろペースに関しては速いっていう風な選手には、なりますし、シュートに関しても決めてくれる、力を持ってます。なんでやっぱ CM で、まあ一番こういろんなことを求められるようなところでいろんなことができるような、選手にはなれます。で、守備に関しても、まあしっかり取ってくれるっていう風な、場面もありますし、まあ CM としてはかなり良かった。まあ個人的にサイドバックで使った時もあったんで、まあ全然この人の守備っていうのは、まあ今でも通用する部分は全然あるかなという風に感じます。で、かつね、サイドバックで使った時に空中戦でそこまで負けないっていうのもいいですね。ジャンプの数値が高いですし、身長もそこまで、低くはない、むしろ高かったりはするので、まあそこの空中戦っていうのも、非常に優秀かなという風に感じます。まあ本当結構何でもできる。なのに3万8000。安すぎる。もう安すぎます。この人は安すぎるし、まあほんとね、もっとね、高いペリシッチ、もっとね、強いペリシッチが出てきて、
いや、こいつは安い選手じゃないんだ。もう本当に高くて当たり前なんだっていうような選手になってほしいですね。それぐらいの本当に価値はあると思いますし、まあ何回もこの人紹介をしているような選手ではあるので、まあ引き続きおすすめという風な感じですね。で、そして最後です。TOTW、バルベルデですね。バルベルデ。バルベルデ値段的に4万で、買うことできます。まあ、非常に安いです。まあ、同じ総合値88ではあるんですけど、まあ、RTTK の、バルベルデ、その選手は33万ぐらい、するので、まあ、総合値は同じなんですけど、まあ、守備時だったりとか、フィジカルの部分だったりとかが、まあ、あっちの方がプラス2とか3とか、ではある。そういう風な、ね、能力の差はあるんですけど、まあ、OBR 的には同じ88でっていうようなところで、結構ね、その値段の差っていうのはそんなにないという風に思います。こっちは4万で、まあ、あっちは33万、まあ、30万ぐらいの差があるので、まあ、そういう中でいくと、まあ、このバルベルでは非常にコスパとしてはおすすめかなという風に、感じます。まあ、キャム登録なので、まあなかなか使って刺さる方は難しいかもしれないんですけど、もっと CM とかもあれば良かったんですけどね。まあですけど、キャムだけしかできないっていうようなことには、なりますけど、まあ普通にこの人はペースめっちゃ速いですし、中盤の選手の中で見ても、ペースはめちゃくちゃ速い方だというふうに思うので、まあそこのペースの速さを活かしつつ、まあ守備面もね、ある程度しっかりあって、フィジカルでもそんなには負けないっていう風な選手、にはなりますし、まあリアクションもレースもある程度あって、あとはシュートもね、パンチ力というか、シュート力、速いシュートを打てるっていう風な選手にはなります。で、パスもね、まあ上手いっていう風なことで、まあスキルがね、4とか、以上あれば、まあ、もっと良かったかなと。いう風に感じるんですけど、まあ逆足がね、4あるっていう風なことも、非常にいいところかなという風に感じます。まあめちゃくちゃ安いです。まあ使ってみたら、この人の強さっていうのはわかると思います。本当に、まあやっぱペースって大事なんやなっていう風に感じると思いますし、まあ4万、めちゃくちゃ安いと思います。あとはこの人もまあサイドバック、で全然使えるかなっていう風に思います。空中戦はね、ペリシッチ、よりかは全然できない選手ではあるんですけど、まあ地上戦では、非常に通用する部分あると思いますし、ペースも速いですし、サイドバックとしても全然おすすめにはなるかなという風に感じます。まあめっちゃ安いです。めっちゃ安い。本当に安い。まあっていう感じで、これがミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベスト11になります。またアタッカーの選手限定の、ベスト11も、作りたいなというふうに思うので、まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいねとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。